よく炒めてください。よく炒めないと旨味が出ませんので。よし。こういう料理がこれから必要だし、見直されてくると思います。今日はパンスープを作りますね。パンねパンです。スープドゥパンラッシー。これはラッシーっていうのはあれですよ、メイケンラッシーじゃないですよ。ありませんよ誰もね、おじさんの話は。パンラッシー、古くなったパンを、よくヨーロッパではそういうパンを入れたねスープがペーザーヌっていうんですけど、田舎風の。あとイタリアでもですね、こういうパンを入れて水分をなくするポタージュとかがたくさん豊富です。材料です。これはですね、この間パンのキッシュ作ったんですけど、その上が余ってて冷凍にして解凍したもんです。そして、まず大豆ね。これ水に大豆、こうやって売っております。野菜はペーザヌって冷蔵庫に余ってる人参、セロリ、今日は株があったんで株の枝、あと玉ねぎで白菜もありましたんで、白菜の上の方と、下の方ですね。そして香り付けにんにく、そしてお肉系は何でもいいんですけど、大きさねちょっと揃えたいのでお野菜に合わせてソーセージね。これはもう本当に余りもんで、あとちょっとベーコンですね。ベーコンいい味が出るんでちょっと多めです。この半分ぐらいでもいいんですけど、まあせっかくですから、はい、こうやって切っておきます。そうしましたらね、このパンなんですけど、こうやってこれ一部はちょっと、トーストにだいぶ硬くなっております。ちょっとこの形のいいのはちょっとトーストに残しておこうかな。あとはちょっとこれ半分ぐらい切って、はい、こっちの方は、スープに入れる方で、こっちの方はさっきのニンニクですね。これ皮むいて、でこうやって両面によくニンニクをこすって、これはもう基本的に必ずオニオンスープなんかでもね、こうやってニンニクのねトースト美味しいですよね、カリッカリに。これはトースターでカリッカリにちょっと気持ちいい焼き色つけて焼いておきます。はい、それでは調理です。まず強火でオリーブオイル少し入れます、分量の。そしたらね、ベーコンからも油が出ますので、ソーセージ、はい、強火です。ここでカリッとうまみを出します。これも強火でいきます。ちょっと色がつくぐらいがいいと思います。はい、おいしそうに焼きました。そうしましたら、野菜の硬い順、人参、
セロリ、玉ねぎ、かぶのこの枝はですね、最後入れます。色がね、そして白菜、はい、強火で、ちょっとおっかない人は中火の強火にしてください。これ見えます？この焦げ目ね、これがうまみに変わります。ここでよく炒めるっていうのが、よいしょよいしょ、うまみが出るコツです。ね、この焦げ色ね、焦がしちゃうと苦いですけど、よく炒めます。ね、ちょっとこうやって四角く形を揃えると、はい、そうしましたら大豆、そして先ほどのパン、ここでとろみが出ます。よいしょ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 。はい、パンもね、一緒にこうやってよく炒めてください。もうあれですよ、皆さんね、見てください。これ野菜から水分が出て、ほらこの焦げ目の色がお掃除されてますね。これ見てください、この水分、お野菜から。ここはね、よーく炒めてください。よーく炒めないとうまみが出ませんので、よいしょ、よく炒めるのが、コツです。はい、こうやってよく炒まりましたらお水を入れます。あんまり入れると水っぽくなる、こんな感じですね。したしたって感じ、こんな感じね。で1回目の味を見ます。はい、強火ですね。はい、塩コショウは3回で決めます。まずうまみを引き出す。これはね、アクを取ってもいいんですけど、もうこのまんまだいたい柔らかくなる。まあ人参が一番硬いですから、10分から15分ですかね。1回沸騰しましたら中火でコトコトと15分ぐらい煮てみます。ニンニクを入れるの忘れました。ニンニクを入れてください。炒める時にね、ニンニクも一緒に入れてください。はい、1回必ず沸騰させます。はい、皆さん見てください。沸騰してきました。で、こういう余ったパンも、これバケットですけど、食パンでも構いません。ただ味がついてるパンは、避けた方がいいと思います。まあでもね、カレー風味とか、ちょっと甘くてもね、それが OK であれば全然構いません。はい、真ん中も沸騰してきましたので、ここで中火にします。はい、これで、ぐつぐつと10分から15分煮込みます。はい、皆さん見てください。ちょうど中火のちょっと強火かな。14分経ちましたね。いい感じです。で、ここで枝を入れます。カブの枝です。もうそろそろこれ上がるのでね、カブの枝もね、綺麗ですよね、こうやって。
じゃあ味見を見てみますね。皆さんこれ本当に何も入ってないですよね、だしが。で見てください、この色ね。ほらうまみ調味料使ったような色でしょ。これがさっきの焦げ目。おお、もう若干物足りないんですけど、僕は塩コショウこれぐらいが好みです。ちょうど塩加減がいいなと思ってたくさん食べるとしょっぱく感じるので、この辺がもうベストです。でこれで揚げます。はい、盛り付けます。はいね、こうやってパンもね水気をするので、見てください皆さん、この汁加減もこれベストですよね。先ほどにんにくをなすった、ちょっと3人前あるから1個ぐらいでいいと思います。あとこの2個はもう十分ね、3人前でいけると思います。はい、出来上がりです。見てくださいね。かなり素朴ですけど、皆さんこれ15分でね煮込んでこれ出来上がるんですよ。で本当にイタリアとかね、フランスヨーロッパでこういうページダンヌっていうんですけど、田舎風、こういうのが本当ポピュラーなんですよ、ね、お野菜たっぷりで。熱そう、いただきます。バゲットのねこの皮がねお豆腐みたくなってるの。それがもうでベーコンとハムの味もうまみもバッチリ。なんていうんですよ、こんなシンプルでね素朴なのが本当これ大人でもお子様でももうバッチリだと思います。あとニンニクのトースト、いいアクセントです。で今日合わすワインはイタリアトスカーナプロメッサピノグリージョ出ました。デュレ・ヴェネツィエブドウ酒がピノグリージョでございます。ピノグリ大好きです。青りんごの香りがなかなか素敵です。こういう熱いねスープにこういう冷えた白ワインいいですね。時代はね皆さん多分最近ずっと新しい料理って言ってますけど、世界中このねコロナで本当僕ねこういうなんて言うんでしょう、素朴な本当にこううまみのある自然のこういう料理がこれから必要だし見直されてくると思います。グーです。どうぞ、みんなで、ほっとしてください。グーです。